ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイ、アイドッグ。こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、ナンバーアイ、ゴッドアイカップリングシリーズ第3弾ということでですね、今回はアイドッグを歌声分析していきます。先週公開したロミジュリとサイコの歌声分析動画の URL 概要欄に貼ってありますので、ぜひね、まだチェックしてない方はそちらも見ていただけたらなというふうに思います。そして過去に公開したナンバーアイの歌声分析動画をまとめた再生リストというものがございます。そちらもですね、概要欄に URL 載せてありますので、気になる方はですね、ぜひ覗いてチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回、アイドッグの方をですね、歌声分析したんですけれども、いや、もうかっこよすぎましたね。音楽で表現できるかっこいいを全て詰め込んだような楽曲、それがアイドッグなのではないでしょうかっていうふうにね、思ってしまうぐらい最初から最後までずっとかっこよかったです。その辺をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイ、アイドッグ、歌声分析、GO!かっこいいね。出だしからね、もう攻撃的な感じの声質がまたたまらないですよね。で、平野さん、ここではどういう声使ってるかっていうと、胸の響き、胸腔共鳴の響きをですね、中心とした声質にシャウトボイスって言われるビリビリした質感をですね、プラスして歌っていますよね。で、胸の胸腔共鳴っていうのは、肺の中の空間をですね、響かせた声なんですけど、こちらの声の出し方をすると、男らしくてかっこいい感じの声になります。そこにシャウトボイスを使って、さらにかっこいい感じに仕上げてるんですよ。で、この声の出し方はですね、平野さんならではなのかなっていうふうに思うんですけど、まず先ほど言ったように胸をしっかり響かせて、そこから出た声を鼻に入れます。そうすると低音のかっこいい響きをキープしたままビリビリした感じの声になるんですよね。止まってるぜ平成からの少年みたいな。僕が平野さんっぽい声の出し方を使うとこういう感じになるんですけど、めちゃくちゃかっこいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいで、さっき僕がやった声の出し方よりもっとこうね、リラックスした感じで平野さん歌ってると思うんですけど、最高にかっこいいですね。次いきますよ。で、全体的に音を切って歌ってますよね。これスタッカートっていうテクニックなんですけど、全体的に音を切ることによって弾んだような雰囲気がですね、強調されるんですよね。で、今回のアイドッグはですね、全体的にこう弾んだ感じの楽曲なので、すごくマッチしている歌い方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、タッタ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 みたいな感じの弾んだニュアンスありますよね。で、このリズムの中にですね、僕は日本の和、こういう雰囲気を感じますね。タッカ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 みたいな。なんかこう祭り的なリズムをベースにしてるのかなっていうふうに思います。やっぱり今回のアイドッグは平野さんがプロデュースということで、やっぱりこうどこかに日本っぽいニュアンスを入れようっていう感じなのかな。あくまでね、これは僕の感想なんですけど、次いきますよ。うわ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 。かっこいいね。で、今のキスさんの声も全体的にシャウトボイスを使ってますよね。
で、平野さんとの声質の違いっていうのは、岸さんは口とか鼻、この辺をですね、中心に声の音色作りをしてます。口が口腔共鳴といって、言葉をクリアに聞こえさせる響きを作ったり、で、鼻がですね、鼻腔共鳴といって、主に声の音色をコントロールするポイントなんですけど、未来まるだタイムセみたいな感じかな、僕がやると。めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。このね、合間合間で入ってくる早口のところがね、やっぱりスピード感があってめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。一回ここで止めますよ。で、神宮寺さんのパートに切り替わってから、こうテンポ感が一気にスローになった感じがしますよね。ゆったり聴けるポイントっていうか、このテンポチェンジめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここの神宮寺さんはですね、胸の胸腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つを中心に声質作りをしているかな。口はあんまり開かずに歌ってるような雰囲気を感じます。もう一回聞いてみましょう。全体的にかなり強いスタッカートを入れて歌っていますよね。ダッダッダみたいな感じ、こうグッグッってブレーキが効いてるような。で、ブレーキが効いた後の1番目の音っていうのはアクセントって言われる強い音に変わりますので、音の強弱のバウンド感も非常に強く感じられるポイントでめちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。最後の英語のところは Don't wanna go to the phase って言ってんのかな。間違ってたらね、ごめんなさい。ここの雰囲気めちゃくちゃかっこいいですよね。で、後半のフレーズは前半と比べて全体的に子音を強く発音していたり、さっきの岸さんと一緒でかなり強いスタッカートを入れて歌っていると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。前半と後半で発音とリズムの質感で表現を変えてる神宮寺さんの表現力素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。いいね。こうトリッキーな声ってやっぱ岸さんならではですよね。で、今のところは息継ぎなしで一息で歌ってますよね。ものすごく長いっていう感じのフレーズではないんですけど、一息で歌うには割と長めなところだと思うんですよね。それを最後の最後までしっかりと歌い切る岸さんの歌の基礎力素晴らしい。そしてここのポイントはですね、先ほどの岸さんパートとは声の出し方を変えていて、鼻、鼻腔共鳴中心の声の出し方に切り替えていますよね。こちらのね、声質チェンジも素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。すげーな。一番最初の歌い出しとフレーズの最後の音の声質がね、全く変化がないんですよね。本当に安定力が素晴らしすぎますね。次いきますよ。やべえね。やべえねって日本語おかしくなりましたけど。で、前半よりも今聞いたところの方が全体的に早口じゃないですか。息を使う量もですね、やっぱり言葉数が増えれば増えるほど多少多くなってくると思うんですよ。にもかかわらず、この安定力素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。もうね、ニコニコしちゃいますね。すごくて。で、最後の音、なーみたいな感じで細かいフェイクになってますよね。これ音数加工ではないような気がするんですけど、ものすごいテクニックをね、さらっと入れる岸さん。さすがです。次いきますよ。いいね。この展開がやっぱりね、ナンバーアイの曲の聴きどころの一つでもあると思うんですけど、メンバーのね、パートがこう切り替わった瞬間に違う世界が広がってるような雰囲気あるじゃないですか。これがね、すごくかっこいいんですよね。
メンバー一人一人の世界観がですね、ものすごく濃縮されているというか、で今の平野さんのパートになって、またこうね、ゴリゴリのかっこいい世界観が広がっていて、めちゃくちゃかっこいいです。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、こうゆったりしてるテンポ感に的確にこう音を一つ一つ平野さんは当てはめているんですけど、ところどころにアクセントの部分を作ってるので、すごくこう体がね、勝手に揺れますよね。乗りやすいラップというかね。いや、このリズム感の作り方、天才的ですね。次いきますよ。いいね。今のは神宮寺さんに変わりましたよね。なんか神宮寺さんは声質的に僕の個人的な感想ですよ。なんか優しさを表現しているみたいな雰囲気がですね、僕すごく好きですね。攻撃的なゴリゴリした平野さんのかっこよさと、優しく何でも包んでくれそうな神宮寺さんの声。このね、ギャップがまたたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこよさの中にある優しさみたいなね。最高ですね。次いきますよ。これイントロと同じフレーズですよね。これもね、なんかね、クラシックみたいな雰囲気がして僕大好きですね。次いきますよ。おすごいね。この低音やばってね、思いました今。この平野さんの低音の出し方なんですけど、今回の GodEye カップリング歌声分析シリーズの最初に公開したロミジュリの時にも説明したと思うんですけど、すごく特殊な低音の出し方です。基本的には最初に説明した胸を響かせて鼻に入れるっていう声の出し方なんですけど、同じ声の出し方で鼻に入れる声の量を増やすんですよね。ほぼ鼻に声を入れるというか、そうするとすごい低い声を出すことができます。もうちょっと待って。みたいな。普通にこの音域を低い声で出そうとすると、もうちょっと待った。みたいな感じでちょっと無理してる感じが出るんですけど、先ほど言った胸を響かせて鼻に声のほとんどを入れた発声法で歌うとさっきみたいな声になります。まあプラスね、今シャウトボイスも乗せた感じになってましたけど、超かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。そしてこれリズムもね、また特殊なポイントですよね。3連符って言われる、タン、タン、タのカウントの中ですね、タタタ、タタタ、タタタっていう風に3つずつ音が入っていくリズムパターンを3連符って言います。ちょっと意外性のある雰囲気がするリズムパターンっていうか、それもまたかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。で、ちょっと鼻声のニュアンスが出るぐらい声鼻に入れてるのかな。音域は低いですけど、キスさんがよく使うような声の質感を感じます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら、後半とか特に、みたいな鼻声っぽいようなニュアンス、声に入ってますよね。個性を前面に出している歌声っていうか、超かっこいいですね。次いきますよ。おい。あれここはパートチェンジしましたか？なんか声の雰囲気がね、すごく変わった感じがするんですよね。シャウトボイスのビリビリ感がちょっと抑えられて、空気感のあるウィスパーボイスみたいな感じの雰囲気を歌声から感じ取ったんですけど、神宮寺さんにパートチェンジしたのかな？もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、鼻の響きが少し強くなってますよね。平野さんの声質と比べると。やっぱりここのパート神宮寺さんなんじゃないかな。ここもぜひアイリーズの皆さんよろしくお願いしますね、コメントで。胸の響きと鼻の響き、こちらを中心に使って、そこに少しのシャウトボイスとウィスパーボイスを乗せたような歌声ですね。2つもね、テクニックを使ってるポイント、素晴らしい。次いきますよ。
うわ、今うわって言った理由はですね、ちょっと後に説明しますね。いや、このね、神宮寺さんの声だと思うんですけど、神宮寺さんの声すごくなんか大人っぽいかっこよさありますよね。やっぱ低音を歌うことによって胸の響きって強調されるので、男らしさが前面に出るんですけど、そこに対してシャウトボイスでかっこよさ、そしてウィスパーボイスで色気を表現してる声なんですよね。だからすごい大人っぽいかっこいい雰囲気が出てるんじゃないかなっていうふうに僕は推測するんですけど、そして最後の多分追っかけのパートだと思うんですけど、みたいな感じのフレーズあるじゃないですか。これね、歌のテクニックだけでもすごいんですけど、音質加工がされていて、通称ケロルっていう加工がされてます。どういう風な加工かっていうと、音程修正をですね、かけすぎるとケロります。音程修正って適度にかけると人間味のあるその歌い手本人の雰囲気を崩さないまま正しい音程に修正ができるんですけど、これをですね、やりすぎてしまうと、さっきみたいなケロルっていう質感の音質になるんですよね。ケロルっていうのはそれをうまく利用した歌声の加工処理なんですけど、その最後のケロルっていうところも注目して、神宮寺さんのね、大人っぽい感じのかっこいい声、もう一回聞いてみましょう。いやー、いいですね。なんかこの神宮寺さんの低音の音域がずっと続いていて、すごくかっこいい、たっぷり魅力を感じれるポイントが来てから、一気にこう追っかけパートで音域が上がるっていう、この音域の雰囲気のギャップっていうのもね、すごく聞き応えがありますよね。で、このケロルっていうのは音程修正ソフトがですね、開発されてからすごくスタンダードな音質加工になっているかなっていうふうに思います。いろんな楽曲で多分ね、聴けると思うんですけど、すごくおしゃれな雰囲気ですよね。次いきますよ。かっこいいね。このね、ぐっとこう時間が止まったような雰囲気たまらないですよね。前半はですね、もう音をすごく短く切って時間が止まったような雰囲気を表現して、で後半の音はですね、シャウトボイスを入れてかっこよさを表現っていうね、前半と後半で全然声の出し方変えてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。で後半はですね、音域をこう徐々にこう上げていくことによってクレッシェンドって言われる徐々にこう盛り上げるっていう雰囲気を作ってるので、そのクレッシェンドな雰囲気が出てくるとすごくこう歌声に引き込まれていきますよね。いやー、素晴らしいですね、岸さん。次いきますよ。あ、いいね。うわうわうわ。ここでね、来ましたよ。また岸さんのこの声ね、僕すごい大好きなんですけど、鼻を中心に使って喉の奥をですね、ちょっとこう潰したような感じの形を作って出す声なんですけど、この声がね、僕ね、岸さんの声の中で一番好きなんですよね。すごくトリッキーな雰囲気を感じれる声というか、日本人離れしてるね、素晴らしい声というかね、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこよ。超かっこいいですね。で、ここもフレーズの作り方としては違うんですけど、前半はたっぷり聞かせる感じにして、後半はこう徐々に盛り上げていくような雰囲気を、言葉数の少ない多いで雰囲気を作ってるポイントかなっていうふうに思います。前半は言葉と言葉の間にこうね、空間、休符って言われるものがあったんですけど、後半はね、もうずっとこの言葉をつなげているみたいにね、その雰囲気が徐々に盛り上がってる雰囲気を作っているのかなっていうふうに思うんですけど、いや、細かいところまでね、しっかり作り込んでますよね、岸さん。さすがです。次いきますよ。えい。ここも一息ですよ。そして今の声は誰だろうなんかね、パッと聞いた感じ、声だけだと誰の声なんだろうっていう風な疑問がね、出てきたんですけど、でも消去法でいくと、多分、平野さんの声なのかなって思うんですよね。岸さんはこういう感じの声を使っているところ僕はね、聞いたことないし、神宮寺さんの声ともイメージが違うなと思って、でも、このね、胸の響きの質感が、平野さんっぽいかなっていうふうに僕思うんですよね。ごめんなさい、推測で。もう一回聞いてみましょう。
多分そうですよね。多分胸の響きをメインで使ってるのは変わらないんですけど、喉の空間をですね、ちょっと広めに作ってるんだと思います。あくびの時の喉の状態を作りながら歌ってるというかね、みたいな、多分こういう感じで歌ってるんじゃないかな。僕はね、この声平野さんだと思います。すごい声ですよね。で、その声を出しながら、長いフレーズなのに息継ぎなしで歌ってるんですよ。平野さんのね、歌の基礎力もすごいですよね。次いきますよ。今回のアイドッグは、長いフレーズを息継ぎなしで歌うっていうのがテーマなのかな。今の神宮寺さんのフレーズも息継ぎなしでしたよね。で、全体的に発音がすごく特徴的だなっていうふうに思って、なんか英語の R の発音の口の中の状態をキープしたまま歌ってるような雰囲気をね、僕は感じたんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら。なんかこう、いい意味でねっとりとした感じが出てますよね。この雰囲気もね、すごくトリッキーでかっこいいですよね。今までの神宮寺さんの歌声からは聞いたことのないような雰囲気かなっていうふうに思います。素晴らしいですね。次いきますよ。あ、ちょっと一旦落ち着いてね。こっから多分来るでしょう。多分ね、小説数的にね、こっから何か来そうな感じがするんですけど、ちょっとね、ごめんなさい。一回落ち着かせてください。もうずっとね、かっこいいが続いてるから、ちょっとね、頭フル回転なんですよ、今。すいませんね。じゃあ次いきますよ。で、今の神宮寺さんの声は、神宮寺さんの声の中では一番スタンダードな声かなっていうふうに思います。すごくおしゃれで綺麗な感じの声を使ってますよね。でも曲の中のアクセントのところに歌声のアクセントをしっかりと合わせることによって力強い雰囲気も出てますよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、ドラムのドン、パン、ドッドドン、パンっていうところ、このドラムの今のドって言ったところとパンって言ったところが曲の中でのアクセントになるんですけど、ここにタッツタダダダダダダダみたいな感じで、もう本当にね、ドラムになってるんじゃないかっていうぐらい力強いビート感を神宮寺さんのラップから感じます。もうドラムと一体化してるっていうかね。だからこのね、かっこいい雰囲気が出てると思うんですけど、曲のリズムをね、全て把握しているっていうことですよね。素晴らしい。歌だけじゃなくてね、楽曲の理解度もね、めちゃくちゃ高いレベルですよね。次いきますよ。この高音でのシャウトボイスめちゃくちゃかっこいいですよね、岸さん。僕はね、高音のシャウトがすごく苦手なので、羨ましいです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。で、この高音のシャウトもやっぱり鼻中心なんですよね。で、口をちょっと横にこう広めに開いて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。口を横に広げた時の表情筋で作られる声の音色をね、感じるんですよね。少しこう明るめな声質というか、表情もね、うまく使って声質をコントロールしてる岸さん、素晴らしいです。次いきますよ。ここはオクターブで裏でなんかこうさっきのケロる加工がされてるフェイクみたいなのが流れてますよね。神宮寺さんがメインで歌ってる1オクターブ上で、これも神宮寺さんなのかな。でバックでフェイクでこう追っかけみたいな感じなのも神宮寺さんなのかな。もう一回聞いてみましょう。僕の予想では低音のメインは神宮寺さんで、オクターブ上のパートも神宮寺さんで、追っかけも神宮寺さんなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、神宮寺さんの声がね3つ堪能できるパートかなっていうふうに思います。間違ってたらね、ごめんなさい。めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱり追っかけのフェイクが入ることによって一気にこう盛り上がってる感じがしますもんね。いやー最高ですね。次いきますよ。いいね。
今の平野さんの声なんですけど、すごくこう近い位置で感じましたよね。ここなんですけど、音質処理をあえて弱めにしてるのかなっていうふうに思います。これも前の動画で説明してるんですけど、 CD としてリリースされる時に歌声にはリバーブって言われる残響成分とディレイって言われる山彦成分をプラスした状態で音源化されます。で、これの特にリバーブの方、残響成分ですね。これを少なくするとですね、音源を聞いた時に人の声がですね、すごく近い位置で感じれます。多分ね、これを使ってんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、使ってるって言い方、使ってないっていう風なね、言い方の方が正しいんですけど、多分ね、リバーブの量を今までよりも少なめにしてるから、平野さんの歌声がこうね、すごく近く感じれる質感が出てると思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。この開けばきれい、この加工も今回全部今までのやつに入ってますよね。ロミジュリでも入ってるし、サイコでも入ってるし、で今回のアイドッグでも入ってる。全部この加工がどっかしらに入ってんのかな。これもいいですよね。徐々にこうなんかテンポが下がっていって終わるのかなっていうふうに思うんですけど、今回はねまだ時間があるので、ここからまたね次のフレーズに入っていくと思うんですよ。聞いていきましょう。ここ好きだな俺。このね3連符のところ超かっこいいですよね。次いきますよ。うわ、いい、すごくいいですよね。チュ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 っていう風にね、こう淡々と歌ってるんですけど、めちゃくちゃそれがねかっこいいんですよ。次いきますよ。うわ、神宮寺さんが来ると思ったら岸さんなんですね。2回目は。いや、岸さんのこの雰囲気もいいですね。歌詞の発音もねすごくね個性的でかっこいいし、もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いいね。で、こう低い音域なのに岸さんはねあえて胸の響きをそこまで使わないんですよね。ここがかっこいいですよね。低い音域でも岸さんは鼻中心なんですよ。低い音域で鼻を中心にするメリットとしてはですね、低音域でもすごく声がクリアに聞こえるっていうところですね。男らしいっていう雰囲気はその分少しね減るんですけど、声質がすごくクリアになるし、言葉もはっきり聞こえるっていうところが鼻中心にしてるメリットだと思うんですけど、でそこにねシャウトボイスも使っていてすげえかっこいいですよね。次いきますよ。で、平野さんの歌と岸さんの歌、決定的な違いが実はあって、それはリズムの取り方なんですけど、多分平野さんはリズムをタタタタタタっていう風に3連符で音取ってると思うんですよ。このリズムの取り方をすると、ラップ自体に疾走感が生まれるんですよね。でも岸さんのラップはすごくこうどっしりとしてる感じがするというか、こうかっこいい重さみたいな雰囲気があると思うんですけど、多分岸さんはタタ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 タ、こういう風に3連符の頭と言われるワン、ツー、スリー、フォー、ここでリズム取って歌ってると思うんですよ。このリズムの取り方をすると、先ほど言ったように歌声がですねこうかっこいい重さみたいな雰囲気が出てくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、かっこいいですよね。ダッ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 みたいな。割とミクスチャーロックとかだとこのぐらいのテンポの曲ではこのリズムの取り方することが多かったりするんですけど、さっき言ったようにねこうかっこいい重さが表現されるので、多分その音楽知識をここのポイントで岸さん使ったんじゃないかなっていうふうに僕はね推測します。超かっこいいですね。次いきますよ。今の神宮寺さんのこのね体の奥底からひねり出したような声、めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。
いや、最後の最後でね、またこんなかっこいい声が来るんですね。うわ、やばいね。次いきますよ。うえーで、ここは岸さんか。岸さんは全体的に音を切る感じでね、こうグッとこう止まったような雰囲気作ってますよね。ってことは最後平野さんってことですね。どういう表現をしてくれるのでしょうか。いきますよ。いやー、いいね。こうリズムを崩したような雰囲気たまらないですね。3人がね、3人とも違う雰囲気をワンフレーズずつ表現している最高のね、締めくくりかなっていうふうに思うんですけど、最後に何かもう一フレーズぐらいあるかな？聞いてみましょう。ありませんでしたね。まあそうですよね。あのタイミングでスパッと終わるのがね、一番かっこいい終わり方かなっていうふうに思います。いやー、今回も最高でしたね。以上、ナンバーアイ、アイドッグ、歌声分析はここで終了です。いや、最高ですね。アイドッグ。今回は一曲通してラップっていうことでですね、めちゃくちゃかっこいい表現がいっぱい詰まってましたよね。楽曲的なかっこよさ、声質的なかっこよさ、そしてリズム的なかっこよさ、もうね、すべてのかっこいいが詰まった楽曲、それがアイドッグなのではないでしょうか。本当にね、感想はたった一言。かっこいい、これに尽きると思います。アイドッグ。カップリング歌声分析シリーズも残すところはね、次のフリスコで終わりになってしまうんですけど、フリスコもね、すごい楽しみですね。近日中に動画公開しますので、ぜひそちらも見ていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。